埼玉県西部に位置する秩父市。東京からほど近く、川釣りや紅葉の名所として有名だが、実は秩父にはもう一つの顔があることをご存知だろうか。心霊スポット密集地域。他に類を見ないほど数多くの心霊スポットが存在しているのだ。今回お見せするのは、某制作会社のスタッフが秩父で遭遇した恐怖の体験である。決して皆さんは遊び半分で行かないでいただきたい。声なるべく出し合って、今宵秩父が鬼と化す。すいません、ちょっとお時間いいですか。はい。この秩父の周辺で有名な心霊スポットとかを今探してまして、はお話聞かせてもらえたらなと思うんですけど。いや、い。なんか何それ。幽霊がよく出るとか、そういう噂の場所みたいな、よくいろんなところであるじゃないですか。そういうところ今探してるんですよ。私知らないけど、なんかあるんですか、そういうの。僕らはさっき小丸トンネルって長いトンネルがあって、そこはすごい幽霊が出るとか。私はマジ知らないけど、何それ。本当ですか。そうです。なんか走ってる車と同じスピードで女の人がついてくるとか。ありえないんだけど。まあ、はい。マジ。秩父やば。超西秩父なんだけど。すごいね。すごいっすね。ああいう雫の跡とかも撮っといて。はい。走ってる女の人が同じスピードについてきたみたいな体験談とか結構ある。全く怖くないですね。ちょっと思ってたより交通量ありますね。普通のトンネルじゃない。全然怖そうに映らないんだけど。ちょっとごめん、これは俺使えないわ。ダメですか。板戻りましょう。なんかすごいがっちり整備されちゃってて、あんまり怖さが感じないんだけど。もうちょっとなんか人気がないところだと思ったんですけどね。噂話とかだったら入ったな。使えないよこれじゃ。そしたらせっかく来ちゃったから、もう駅の方行って情報収集してさ、なんか別の心霊スポット回ろうよ。そうですね。はい。ここは無理だよ。なんか話聞いてさ、なんかご当地ネタでいいからもう、はい。とりあえず何か所か回ってみて、それでいいネタ拾おうよ。ちょっとここはもう無理、諦めた。どうしますか。はい。一回駅の方行って、話聞いてみるんで離脱します。はい。すいません、移動しましょう。移動しましょう。すいません、ちょっとこの秩父の町周辺で有名な心霊スポットとか、あとなんかそういう心霊体験とか噂話ってご存知ないですか。いやー、ちょっとあんまり興味ない。この秩父の周辺で有名な心霊スポットとか、そういった後の話を。どんなやつでもいいです。お友達から聞いた話。
ではないんですけど、近くにハンバーグってことがあって、はいはいはい。そこでなんか人面犬が出るなんてことは、他なんかないですか？いやちょっとなんか人面犬ぐらいしかわかんないですね。秩父港に吊り橋があるんですけどね、あそこは出るって、毎年のように飛び込み自殺があってね、あそこはいわゆる自殺の名所になってるんですけど、夜行くと女の霊見たとか。ただこれはもう一つ、これ地元の人間が言っていることなんですが、その自殺が出ると山に鬼火が出るという。いわゆるその鬼火っていうのは火の玉とかそういった類ですよね。そうですね。それで秩父湖はダム湖なんでね、私が若い頃にできたものなんですけど、その当時からそういう噂があったと思います。しかもその鬼火は、見てしまうと悪いことが起きる、必ず不幸が起きると、そういう話です。いわゆるその鬼火目撃者の方が何か怪我をするとか事故に遭われるとか、そういうことなのかもしれないけど、はっきりしたことはこれわからないんですけどね、何か良くないことが起きるという。鬼火とは日本各地に伝わる怪火のことである。伝承上では一般に人間や動物の死体から生じた霊、もしくは人間の怨念が火となって現れた姿と言われている。実はですね、僕ら今度ホラーの DVD 作品を撮影しようかなと思ってるんですけど、その今取材でいろんなお話を聞いて回ってるんですね。それで鬼火の話がすごい興味深くてですね。男性の名は佐久間さん、ありがとうございます。秩父周辺で長年暮らしている方であるという。後日改めてインタビューを行うことを佐久間さんに承諾してもらうことができた。いや、これ鬼火の話いいね。これじゃあ今日夜吊り橋ロケハンでちょっとすみません回りますけどいいですか？大丈夫です。すげえ狭いっすね。狭いね。洞窟だよこれ。こんなの通るのですね。俺らどこ行くのこれからすごいね。本当にあったねあったね。あれだねきっと。どれ？あれです。三上さん撮れてます？なんかアーチみたいな。うん。行きます？行きましょう。行きます。三上さん大丈夫ですか？待ってます？じゃあちょっと足元気をつけながら行きましょう。はい。この吊り橋の向こう側に鬼火が出るって、じゃあ言ってたの？多分こっから見えるっていう。だと思うんですけど。長えな。向こう見えないですね。距離あるな。いやこれ長いよ。こんなのさ落ちたら死んじゃうよ。うわ揺れる。怖い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 。これやばい。これ半端ないねこれね。すぐ戻りましょうね。半分来た？いやまだ来てないね。奥まで行く？どんつきまで。先見たいんですか？すぐ帰りましょうね。行くだけ行くから。まあいいんですけど。すいません。すいません。ちょっとあれ。救急車。川ちゃん救急車。おい川本救急車早くしろよお前。その後西村たちは警察を呼んだ。警察の調べによると、亡くなったのは東京都在住の27歳の男性であるという。
以前から重度のうつ病を患っており、自殺もそれが原因なのではということだった。それから2週間後、 AD の川本の身辺で奇妙なことが起こっていた。吊り橋に行ってから最近おかしなことが起こってて、これもそうですけど、事故で骨折したじゃないですか。そうだね。自転車に乗ってる時に急にチェーンが外れてバランス崩して焦げて手をついて折ったんですけど。また川本によると、秩父湖に行った直後から自宅のポストに大量の枯れ葉が入っていたり、自分のものではない見知らぬ靴が玄関先に置かれていたり、奇妙なことが続いているというのだが、川本によると、この靴は秩父湖の吊り橋で自殺した男性の靴とよく似ているという。すいません。すいません。ちょっと待ってあれ。確かに同じ靴のようにも見える。これは一体どういうことなのだろうか。DVD の撮影は7月下旬クランクインすることになった。向かう予定の心霊スポットは全部で5カ所。その中に秩父湖の吊り橋も含まれていた。西村は佐久間さんから教えてもらった秩父湖の鬼火伝説を盛り込む予定であったのだが、繋がんないっすね。繋がんないっすねじゃねえよ。はい。どうすんの？昨日前日確認してんでしょ？はい。昨日確かに、はい、この時間で連絡したんですけど。ここでいいんでしょ？はい、合ってます。駅だよここ。はい、ここです。はい、間違いないです。それは言ったんで。ちょっと早く連絡して。はい。やっぱ繋がんないっすね。繋がんないっすね。パカじゃねえよ。どうすんだよ。待ってるよみんな。はい。何分使うのここで時間を。はい、すいません。ねちょっともう一回かけてみます。すいません。え。かけても繋がんねえんだろって。どうしよっかな。いや住所は？住所、お前の仕込みだろこれ。住所は？はい、はい、すいません。メモってたかな。住所メモったの？メモってないっすね。ふざけんなよおめえよ。はい。なんでそういう小さい嘘つくの？はい、すいません。結局佐久間さんと連絡を取ることはできなかった。後に西村は佐久間さんと出会った場所で聞き込みを行った。すると奇妙な事実が判明した。この映像に映る男性とよく似た人物が10年ほど前までこの付近で暮らしていたという。だがある日を境に忽然と行方をくらましたのだという。その男性は今現在も行方がつかめていないというのだが、とりあえず西村たちは地元住民に鬼火の伝承について聞いてみることにした。だが誰一人として
鬼火の伝承を知る者はいなかった。鬼火って情報もガセネタなんじゃないですか、結局は。まあでも俺いいネタだと思うんですよね、鬼火って。僕実家がこの辺なんですよ。うちの実家に行っていますか。そこでうちの親でもいいんで、結構昔から何代か前からずっとこの辺りに住んでるんで、何にもできないよりはマシかなって思って、ちょっともうしょうがねえよな。はい。西村たちは川本の実家へ行ってみることにした。そこで思いがけない情報を得ることができた。鬼火かどうかはわからないんですけれども、光雄が子供の頃に家族でバーベキューに行ったことがあるんですね。秩父湖の近いキャンプ場だったんです。光雄が山の上の方を指をさして光が見えるって騒いだ時があったんですけども、それから何日か経った後のことなんですけれども、隣町の名家のご夫婦が吊り橋から心中を図ったってことを知ったんですよね。そのご夫婦が亡くなったのは自分たちがバーベキューをやった夜だったんですよね。光雄が光を見たのは秩父湖の方角だったんですよね。光雄が見たのはそのご夫婦の魂だったんではないかなと、その時そう思ったんですよね。これなんですけども、はい、光雄が子供の頃に描いた絵なんですよね。こんなところにこんな光が描かれてるんですよ。ちょっとどうですか？はい、これ月なんじゃないですかね。この印って何なんですかね。いやー、わかんないですね。川本さん、この印何なんですかね。いや全然わかんないです。この日、西村たちが撮影を行っている最中、前代未聞の事件が同じ秩父で起こっていた。秩父大滝で起こった多重遭難事故である。滑落者の救助に訪れたヘリコプターが墜落したのだ。その後も某テレビ局局員が亡くなるなど死亡事故が続いたのはご承知の通りである。これは今から1年ほど前、ディレクターの西村がとある心霊 DVD ドラマの役者を決めるオーディションの際に撮影した映像である。はい、ありがとうございます。ではどうぞ自己紹介どうぞお願いします。大友です。大友さん、心霊体験とかしたことありますか？ちょっと調子悪いですか？一回休んでまた後で。大友さん、幽霊って、心霊って信じてますか？で、この特技とか趣味の欄に印がついてるんですけど、これは何ですかね？
の男性の名は大友博さんという。彼のプロフィールが残されている。趣味特技の欄をご覧いただきたい。謎の印のようなものが書かれているのだが、幼少時の川本が描いた絵にある印と酷似してはいないだろうか。彼は君に襲いかかってたように見えたんだけど、なんかしたの？僕がですか？うん。いやいやいや、大友さんはあそこで初めて会ったばっかりですし、それからも一回も会ったことないですし。突然暴れ出したじゃない。なんか心当たりないの？いやー、全然わかんないですね。大友さんのプロフィールに書かれてある謎の印。これは一体何を意味しているのであろうか。そして幼少時の川本が書いた印と何か接点はあるのだろうか。西村たちは今回の DVD の内容を秩父湖の鬼火伝説一本に絞り、本格的な調査に乗り出すことにした。大友さんに電話をかけてみたがつながることはなかった。数日後、西村たちはプロフィールに書かれてある大友さんの住所へ行ってみることにした。カメラどう？大丈夫です。じゃあよろしくお願いします。行きます。大友さん、いらっしゃいますか？どうだった？いやー、なんかいないんですよね。電気メーターも止まってるし、チラシもいっぱい止まってて、もしかしたらどうしたんじゃないですかね。そうか。そしたら隣の人に話聞いてみようか。そうですね。すいません。大友さんの知り合いの鈴木ってもんなんですけど、大友さんいないようなんですよ。今年の初めが引っ越したんじゃないですかね。何か変わった様子とかってなかったですか？ほとんど見たことないんでよくわかんないですけど、大声で呪文みたいなのを唱えてるような声が聞こえてきましたね。ちょっとあまりにうるさいんで、はい、文句言いに行ったんですけど、全然やめてくれなかったですね。はい、それはいつ頃から始まったんですか？多分一昨年の夏ぐらいかな。すいません、最後にちょっといいですか？大友さんの引っ越し先って知ってますか？わかんないですか？その後の大友さんの行方は分からなかった。だが西村たちは大友さんのプロフィールに書かれてある出演履歴に知り合いのディレクターが監督する作品名が記載されていることを発見した。そのディレクターに話を聞いてみることにした。大友さんのプロフィールに大友さんの作品が載ってたんですけど、知ってるっていうか、まあ俺もあんまそんな親しい感じではないんだけど、まあその自分の作品の DVD みたいな DVD の作品で役者はあんまいなくて、お金もないし、まあちょっと知り合いのやつとかにこうちょっと劇団員なんだけど、まあそれ役者やってるやつなんだけど、まあちょっと紹介してくれみたいな感じで言ったら大友を紹介されて、でこうエキストラで使っては見たんだけど、まあちょっとなんかまあ少し変わったやつで言うこと聞かないっていうか、まあわーって言ってくるから、
変わったやつだなとは思ってたけど、まあこれは後々知ったっていうか、まあ俺の話ではないんだけど、まあ、あんまりこの監督っていうか、まあ、こういううちらみたいなやつらにはまあ評判は良くなくって、オーディションとかには顔出して、それでまあ自分の気に入った、まあ、その監督さんとかいたら、まあ、そこに、まあ、自分を出演させてくれみたいな、すごいグイグイ来てストーカーみたいな感じになる。まあ、それでちょっとまあ警察沙汰みたいな話、まあ、話は聞いたことは、まあ、知らないけど。心当たりはちょっと分かんない、ちょっと分かんないですね。さっき知り合いの役者って言ったじゃないですか。例えばそいつだったらもしかしたらなんか知ってるかもしれないですね。ちょっと僕は分かんないですね。児玉さんからその劇団員の電話番号を教えてもらうことができた。西村たちはその劇団員菊池さんにコンタクトを取るため電話をかけてみることにした。そして驚くべき事実を聞かされたのである。後日西村たちは詳しい話を聞くため菊池さんとお会いすることができた。今年の初め頃に大友君自殺しちゃったんです。遺書はなかったみたいなんですけど、なんか一昨年の夏ぐらいから稽古もなんか突然来なくなっちゃって、そのまま自然消滅みたいな感じでやめちゃいました。その頃からなんかその噂がすごい流れてきてて、オーディションにすごい参加して監督をつけ回したりとか、それで一回大友君に会って話をしようと思ったんですけど、全然取り合ってくれなかったですね。なんかブツブツつぶやいてたりとか、もう様子がすごいおかしかったです。その後にその自殺したってことを聞いてすごい驚きました。それが原因かわかんないんですけど、一昨年の夏に劇団のみんなでキャンプに行ったんですよ。その時から大友君の様子がなんかおかしくなった感じです。劇団なんてさ、大したことなくね、そんなにやることないんだよな、俺らって芝居しかさ。大友何見てんの？大友君。大友何見てんの？なあ、大友君。そうだろ？大友君。大友な、飯食ってねえんだよ。大しか言えねえのかよ。お酒飲んでない。飲め。ありがとう。なんでか？みんなで夜河原でお酒飲んだんですけど、大友君がトイレに行って全然戻ってこなかったんですよ。いやー飲んだな、しかしすっごい飲んでたな。すっごい飲んでた。やりたくないっすよね。一番2万円使ってんだよ、お前らとに。いやこの借りはね、あざーす金持ってまあなあ、そうですよね。大友か。あれだってさっき便所行く言ってません？菊池大友どこ行った？わかんない。まあ帰ってくるんじゃないの？ちょっと時間経ちすぎてるような。どれくらい経ってます？そのキャンプの後に大友君のなんか様子がおかしくなったんですけど、目の前になんか光が見えるとか、あと光を追いかけたら神様に会えるとか、なんかそういったことを帰りの車の中でもずっとブツブツつぶやいてました。大友ちゃん、川に落っこってあいつありそう。流れるんじゃないの？大友。おーい。大友。
まあ捜索を開始中。まあいたらでもやべえマジであれなんじゃないあいつ。いやだってもう向こう川ですよ。はい。そんな酒飲んでねえんかあいつ。大友。やば。大友。おい。あれは寝てんじゃないですか車の中で。いる。大友。いや寝てないな。大友。車にもいない。車にもいないですよ。やばい感じがする。口つばい取ってねえなもう。いやちょっとどっかにいると思う。いやどっかにいると思う。マジで。いた何してんの？おい、散々探したんだぞ。おい、何してんだよ。キモ。大友。なんだよ。なんだよ。いた。何してんの？おい、散々探したんだ。大友さんが岩の上に書いている謎の印。これは大友さんのプロフィールに書かれていた印と同じもののように見えるのだが、おい、何してんだよ。キモ。大友。なんだよ。西村たちはこの謎の印について調べてみた。そして一つの文字にたどり着いたのである。くさび型文字。比較していただくとよくわかるが、形状が非常によく似ている。調べてみると、それは紀元前3500年頃にシュメール人によって発明され、古代メソポタミアで使用されていた文字であるという。ちなみに大友さんが書いていた謎の印、これはシュメール語で神もしくは天を意味するのだという。光を追いかけた神様に会えるとか、なんかそういったこと。大友さんの言動から察するに、彼はこのシュメール語の意味を知っていたのではないだろうか。ロケハン行った時の映像ですね。あの後何回も見てみたんですけど、自殺した人、飛び降りた人、飛び降りる時に下の方見てるんじゃなくて山の方見てるんですね。すいません。すいません。ちょっと待って、あれ。で、実は
僕もあの時にその飛び降りた人と同じ視線の方向に鬼火みたいなものを見たんですよ。鬼火？救急車！川本救急車！おい川本救急車！早くしろよお前！だからその人もそれ見てたんじゃないかと思って。 VTR に残ってないでしょって。まあそうっすね。残ってはないですけど。なんかの見間違いなんじゃないの？飛行機が飛んでたとか、雲になんかライトが当たって反射したとかさ。いや、そういう光じゃなかったんで。川本によると、鬼火が上がっていた方向は秩父大滝を流れる滝川の方向であるという。地図をご覧いただきたい。自殺者が見ていた方向をたどっていくと、確かに滝川にたどり着く。滝川、これは例の多重遭難事故が起こった現場でもあるのだが、心霊現象、鬼火伝説、シュメール語、さらには秩父大滝で起こった多重遭難事故。テレビ局局員が遭難した現場は別名死人淵と呼ばれているほど、その周辺での不審死が絶えない。また事故を起こしたヘリコプターを撤去した運搬用ヘリコプターがその数日後に別の現場での作業中に墜落。亡くなった操縦士は秩父の撤去作業にも参加していたのだという。もはや偶然では片付けられないほどの連鎖事故が起こっているのだ。秩父大滝の滝川には一体何があるのか。謎を解明すべく西村たちは多重遭難事故が起こった地滝川へ行ってみることにした。何？いや、ヘリコプターみたいな音。またよくせよ、聞こえないよそんなの。あ、三上さんなんか聞こえます？カメラには入ってないの？鈴木さんなんか聞こえました？いや、聞こえないですね。気のせいで。変な冗談言うなよお前。川が見えてきました。吊り橋ですね。どうしました？川本。川本。ない。おい。大丈夫？動ける？ちょっとここだと休めないから。もうちょっと頑張れるか？はい。どっち？行けるか？じゃあもうちょっと足早いところちょっと休もう。川本さん大丈夫ですか？はい、ちょっと貧血起こしたみたいです。すいません、ちょっと足早いところで一回休ませますんで。大丈夫か？結構急ですね。
川本さん大丈夫ですか？川本の体調不良などから思うようにペースは上がらなかった。やがて日は暮れ、引き返すことを考え始めた頃だった。川本。何？川本。いや、ごめんなさい、川本がいないんですよ。さっきまでいたんですよね。はい、僕の後ろにぴったりいたんで、どっかで休んでると思うんですけど、ちょっと戻って合流したいんですよ。ごめんなさい、ちょっと一回戻ります。さっきまで後ろにいたんでしょ？そうです、僕のぴったり後ろにいて。川本。川本さん。川本さん、いたら返事してください。川本。川本さん。川本、返事しろ。川本。川本さん。これやばいって。やばいですよね。事故だったら危ないですよね。どうすんの？斜面の上の方見ててください。休んでたりするかもしれないんで、倒れてたり。僕下の方見ながら進むんで、で声なるべく出し合って、はい、川本さん、川本さん、川本、返事してください。川本さん、川本さん、川本、川本さん。いやだからいずれにせよ車に戻ってる可能性はあるじゃないですか。だから戻ってたら4キロで川本、おめえ何なんだよ、一言ぐらい声かけろよ。ガキじゃねえんだからよ。川本さん大丈夫ですか？おい返事しろよお前。みんなどんだけ心配したと思ってんだよ。おいお前寝てんのかよこら。川本、川本、大丈夫かお前。限界か？やばいんじゃないの？喋れるか？川本によると、歩いている最中足を滑らせ崖下に滑落したという。その後のことは覚えていないというのだが、念のため川本を病院へ連れて行くことにした。その診断の結果、なんと川本は両足首を骨折していることが判明した。また脳に何らかの損傷を受けている可能性もあるため、長期の入院が必要であるという。両足首を骨折していた川本がどのようにして車のあるところまで戻ったのか、それは分からないままだった。とりあえず西村たちは帰路に着くことにした。その帰り道、鈴木から驚くべき話を聞かされた。実はさっき鬼火みたいなものがあったんですよね。それどこで見たんですか？川本さんを探してる時に山の上の方に。あれ、三上さん見ました？いや、特に見てないですね。その光るものっていうのはどんな感じのやつなんですか？形的には丸くてなんかぼやけててね。鈴木の発言から夜になると鬼火が現れるのではないかと考えた西村は、深夜もう一度滝川へ行ってみることにした。もうすぐですね、撮影クルーの遺体が見つかった現場です。
プですね。ここが多分撮影クルーの遺体があった現場だと思います。ロープ以外には特に目立った遺留品はないですね。なんかさ、やっぱここちょっと違うよね。なんつうんだろう、なんかさ、寒いじゃないや、なんだろう、空気が冷たいっつうかさ、なんもないね。おい！ちょっと。おい、待てよ！おい、待て！一体どうしたの？川本さんみたいのがいたんですよ。川ちゃんいるわけないじゃん。そんな、どんな感じで見えたの？いや、はっきりとはちょっと分かんないんですけど、なんか人影で川本さんみたいな感じのような人だったんですよね。あれまだつかないんだっけ、さっきの現場。だいぶ来たよ。だいたいさ、地図持ってるお前がなんか現在地分かんなくなってどうすんだよ。すいません。でも来すぎてない？でも地図貸せよお前、もういいよ。すいません。大丈夫？こっちで。いや、ごめんなさい、ちょっと現在地が分かんないんですよ。現場まで戻らないと分かんないんでしょ、帰りいや、そうなんですけど、いや、もうとっくに現場のはずなんですけど。いや、見ろよ、ちゃんと探せよ、現場。はい。なあ。はい。どうする？一旦来た道戻りましょう。それでちょっと分かるとこ探します。この辺り見覚えないですもん。じゃあちょっと戻ろう。戻りましょう。お前先行くなよ、ついてこいよ。サバ見とけよ。今日ここに野宿しません？明るくなって道探した方がいいと思うんですよね。いや、でも熊とか出そうじゃないですか。じゃあどうすんだよ。このまま闇雲に歩いてさ、迷ったってしょうがねえだろ。まあそうですけど。すいません、僕のせいですね。いや別にお前のせいとかそういうことじゃなくて、今野宿するかしないかの話だから。
して体力温存した方がいいって。朝になるの待った方がいいよ。何？じゃあどうしたいのよ。歩きたい？いや、それもまあきついっすっちゃきついですけど。泊まりたくない、歩きたくない、どうすんだよ。迷ってんだぞ今。な、野宿、野宿、ね、ここでこのさ、ゴツゴツしてると体痛めたりするから、石とか濡れてるもんとか取って、で寝床確保、ね、はい。なんだろう。ちょっと俺行ってきます。あ、ちょっとだったらさ、カメラですか？うん。はい。なんだよ、渋々かよ。ちょっと行ってきます。すぐ帰ってきていいからね。うん、遠くまで行かなくていいから。鈴木遅くないですか？三上さん、はい。ちょっと見に行きません？そうですね。さすがに心配なんで。いいっすか？じゃあ行きましょう。荷物ってどうしたらいいですか？いや、とりあえずまたなんか戻ってこれないの嫌なんで持ってきましょう。三上さんいました？鈴木さん、何かあったんすか？鈴木さん、どうしたんですか？ちょっと。もう何持ってんだよ。その後、西村たちは警察へ行き、鈴木の捜索を願い出た。だが捜索の甲斐なく鈴木を見つけることはできなかった。また西村たちが山中に入っていた時刻、不可解なことが起こっていた。川本が病院から失踪したのだという。川本は両足首を骨折しており、歩けるような状態ではなかったのだが、川本もまた
見つかっていない。あの時鈴木が見たという川本の姿は幻などではなく、まさか本当に川本だったのではないだろうか。その数週間後、大滝付近の山中で1台のビデオカメラが発見された。それはあの時カメラマンの三上が鈴木に手渡したものだった。発見時、なぜかビデオカメラには人間の生爪のようなものが付着していたという。そこに入っていたテープに異様なものが映されていた。では暗闇の中での一部始終をご覧いただこう。もうすぐ来ますよ。映像の終わり際に映る謎の閃光。これは一体何なのであろうか。また皆さんはテープに収録されていた声にお気づきになられただろうか。もうすぐ来ますよ。自己紹介どうぞお願いします。大友です。大友です。もうすぐ来ますよ。もう何持ってんだよ。これはとある動画サイトに投稿されていた映像である。撮影場所は例の秩父湖の吊り橋であるという。何あれ？見でしょ？それ。うん。わかる。飛行機じゃないよねあれ。いやだってずっと止まってるよ。何あれ？すごくない？何あれ？映ってる？うん、映ってる。何？何あれ？ちょっと待って、動いた。今動いたよね。ほら。動いたって。何あれ？やっぱ何あれ？UFO とか？この映像が撮影されたのは11月24日午前3時頃であるという。西村たちが滝川を訪れていた日時と同じである。これが例の鬼火なのであろうか。西村はこの映像の投稿者にコンタクトを取ろうと試みた。数度にわたりメールを送り続けたが、今のところ返信はない。ねえ、どうしたんだよ。
川本くん。返事してよ。